皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは、早速いってみましょう。質問1、キャップカットを使用して動画編集していますが、背景削除で、消えてほしくないところも消えてしまいます。自分で消すところを調節したりは、できないんでしょうか。2021年9月23日、質問2、動画編集アプリキャップカットの背景削除機能が便利でよく使うのですが、同じことができる動画編集ソフトを探しています。グリーンバックなしで背景が同化できる機能を求めています。無料有料問いません。お力貸してください。2021年7月12日ということなんですが、背景削除はキャップカットが本当にありがたいですね。ありがとうキャップカット。わらわら。ただ背景に人間が映っていて、特に動画主人公の後ろを人が通り過ぎたりすると、極端に削除できずに残ってしまい、背景をきれいに抜けなくて困ってしまうんですよね。そこでキャップカットの背景削除処理前に、全処理用は背景をぼかすをしたら、きれいに背景を削除することができることが分かりましたので、今回お知らせしたいと思います。合わせてキャップカット以外のアプリで背景削除できるアプリをついに発見しましたので、後半でお知らせしますので、最後までご視聴をお願いいたします。わらわらわら。それでは早速いってみましょう。1、キャップカットでの全処理。キャップカットで背景削除をする前に、まずキャップカットの機能でエフェクト、ボディエフェクト、ボディ、背景汚れで、しかも調整で最大にすると背景がボケて削除しやすくなります。一度このエフェクトをかけて保存することをおすすめいたします。私は続けてさらに2の全処理を言っています。2、ビバビデオでの全処理。キャップカット以外のアプリでは、このビバビデオというアプリで背景を削除できることを前回の動画で報告しました。しかも解像度 720p までならば無料で保存できます。 1080p 以上は有料です。また右下にウォーターマークがつきますが、後で背景削除ですると消えますので全く問題ありません。わらわらわら。このアプリは正確には背景削除というよりも背景の入れ替えという機能なんですが、背景をキャップカットで削除しやすいように全処理ぼかし加工に利用することができますよね。特に背景削除の中のウォーターリッパーまたはラブの中の11番にすると背景がボケて後でキャップカットで背景削除しやすいようになると感じます。その他のものでもかなり背景削除しやすくなります。私はこのビバビデオで背景を入れ替えぼかし、さらに3の全処理を行っています。3、モーション忍者での全処理。実はこれが今回新しく発見した背景削除できるアプリなんですが、なんと背景削除だけなら無料で利用できます。しかも解像度は 4K、 フレームレートは60まで無料で保存できます。右下にウォーターマークがつきますが、これも後で背景削除ですると消えますので全く問題ありません。わらわらわら。しかもこのアプリのすごいのはオートでの背景削除も十分高機能なんですが、なんとマニュアルでカスタマイズカットアウトという機能があるんです。びっくりぽんやわらわらわら。つまり残したい部分を指定して残したり、消したい部分を指定して消せるんです。つまりキャップカットでは消したくない部分が勝手に消えてしまったり、消したいところが勝手に残ってしまったりすることがあるんですが、このアプリならば自由に調整できるんですね。素晴らしいアプリです。すごいぞ。モーション忍者わらわらわら。しかしちょっと使い方が分かりづらかったので細かく説明したいと思います。まずはモーション忍者を立ち上げます。A、ニュープロジェクトをクリック。 B、アスペクト比を指定。ここでは16:9をクリ。 C、バックグラウンドの色を指定。ここでは緑色などを指定。 D、クリエイトプロジェクトをクリック。 E、プラスをクリックして動画を指定。ネクストをクリック。F、エディットをクリック。カットアウトをクリック。
キュータマイズ Q2 をクリック。G、カットアウトをクリックしてから残したい人物の輪郭を簡単になぞってください。指を離すと自動的に残す領域を計算します。ここで抜けがあった場合は再度指でかけている部分をなぞってください。指を離すと再計算して残す領域を計算します。基本これで自動的に全て計算しますが、これだけだと残したくないものが残ったり消したくないところが消えたりします。そこでマニュアルで細かく指定していきます。 H、 細かく指定するために指で動画の帯を広げてください。指で動画の帯を右から左に動かしながら過不足部分がないか調べていきます。残したい部分でピンク色になっていない部分が発現されたら Q2 をクリックして指でその画像部分をなぞってピンク色にしてください。指を離すと自動的に計算が始まります。そのままお待ちください。計算が終了したらまた動画の帯を左に移動してください。消したい部分なのにピンク色になっている、つまり残ってしまう部分が発見されたらイレーズ消しゴムをクリックして指でその画像部分をなぞってピンク色じゃない色に変えてください。指を離すと自動的に計算が始まります。そのままお待ちください。計算が終了したらまた動画の帯を左に移動して最後まで調べてください。一度通しで流して過不足がないか調べてプレビューは実際に透明になります。満足したら右下のチェックマークをクリックしてください。全画面に戻って右上のエクスポートをクリックして保存してください。4、以上3つのアプリで全処理をした動画をキャップカットに読み込んで背景を削除で削除すると綺麗に背景が削除できるかと思います。まあこれでもダメな場合は手作業で残った画像に蛍光緑の画像を貼り付けて保存してキャップカットでそれを読み込んで背景を削除で削除するしかないですね。わらわらわら。ということで今回発見したモーション忍者というアプリは背景削除に絶対使えると思いますのでぜひ一度お試しくださいませ。しかも無料です。なお本来は動画エフェクトが豊富なアプリです。背景削除以外の機能もお試しください。以上です。